ですから何度も言っているようにもうやるつもりはございませんわ。どうぞお引き取りを。そこをどうか頼む。伝説の教官と言われたあなたの力が必要なんだ。まあ、あなた様、実はこちらの方が私に教官をやってほしいというのです。どうやら先のナイトメアでの新兵訓練が巷で評判になっているようですわ。なんでも伝説の教官なんて呼ばれているみたいですよ。デストロイヤーの私が伝説の教官だなんて。クスクス。あなたがあのデストロイヤーだったのは驚いたけど、それくらいのパワーがある人じゃないときっとダメだと思う。だからどうか引きこもっちまった友人を助けてやってくれ。ああ、俺と友人は学生時代から陸上競技をやっていてさ、あいつは特に優秀でエリート街道まっしぐら、数々の大会を制してきたんだ。でも舞台が全国になるとあいつと同等、もしくはそれ以上のやつが5万といた。思うように勝てなくなり、自分が特別じゃないって思い知らされたんだ。プライドを傷つけられ、初めての挫折に苦しんだあいつは陸上をやめて自宅に引きこもっちまったんだ。クスクス。人の心というものは脆いものですね。そのような人を部屋から出したとしても、高すぎるプライドがきっと邪魔をして社会復帰は難しいでしょう。問題はそこなんだ。余震ば引きずり出せても、かつて頂点に立った男が普通の生活や仕事をできるかどうか。ならば放っておけばいいのです。わざわざ余計な苦労をする必要などありませんわ。手厳しいな。でもそれでも友人だからさ、ほっとけないんだよ。おお、わかるぞその気持ち。友情というのはいかなる数式でも解き明かせない複雑で尊いものですからね。はあ、もしかしてあなたたちも？おうよ、俺のたちも絶賛引きこもり中だ。かつては破壊王と呼ばれたあいつが一度の敗北で引きこもっちまうなんてよ。神童と称えられた彼の頭脳を暗い部屋に閉じ込めておくなんて人類の損失です。どうかお力を貸してください。もう一度同じ舞台にとは言わない。でもせめて外に出てきてほしいんだ。昔のあいつみたいに笑顔で暮らしてほしいんだ。どうか力を貸してくれ。クスクス。お断りいたします。そんな、あんた伝説の教官なんじゃねえのかよ。それはあなたたちが勝手に呼んでいるだけですわ。そもそも教官をやっていたのは大事な目的があったからです。あなた方の友情は美しいものですが、私の友達ではありませんし、手を貸したところで私には何のメリットもありませんわ。あなた様の言うことに間違いはないでしょうが、少々分かりかねますわ。ずるいお方ですわ。私があなた様の頼みを断れないとご存知なのに、そのようなことをおっしゃるのですもの。お言葉の真意は計りかねますが。いいでしょう。あなた様に免じて今一度教官の座に返り咲くとしましょう。本当ですか？助かります。ただしこの件は私の流儀でやらせていただきますわ。最悪再起不能になったとしても文句など言われませんように。さて今度はどう鍛えて差し上げましょうか。
腕が鳴りますわ。クス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 。着いたよ。ここがあいつの家だ。まずは俺が声をかけるから見ててくれ。おい、俺だ。いるんだろ。ちょっと出てきてくれないか。今日はお前に会わせたい人がいるんだ。だから何度しても同じだ。ほっといてくれって言ってんだろ。とまあ毎度こんな感じで取り付く島もないんだ。なるほど、よくわかりました。それでは早速出てきてもらいましょう。それ。いや、なんだ、強盗か。金目のものなんてうちにはないぞ。強盗なんて心外ですわ。あなたのご友人に頼まれてきました。さあ参りましょう。モラトリアムはもうおしまいですわ。は？ふざけるな。勝手なこと言ってんじゃねえぞ。俺は絶対に出な。あまり暴れない方がいいですわ。骨なんて声だとさほど変わりませんから。いって折れる。出るよ。出るから離してくれ。約束通り連れ出しました。思いのほか簡単でしたわ。最初からこうすれば手間も時間も省けましたのに。クスクス。デストロイヤー恐るべしだな。はい、皆さんごきげんよう。私はエリコ。あなたたちの教官です。これから皆さんは私の下で社会復帰の訓練を受けていただきます。どうぞよろしくお願いしますわ。クスクスクス。こんなとこまで連れ出しやがって。ふざけんじゃねえぞこれ。無理やり連れ出して教官だ、社会復帰だ。頭湧いてんのかてめえ。まったくだね。見たまえ、君に掴まれた腕があざになってるじゃないか。これは立派な傷害事件であり誘拐だ。訴えてやるぞ。はあ、訴えるのは構いませんが、一体何とおっしゃるつもりなのですか？まさか年下の女子に負けたなんて、普通ならとても恥ずかしくて口にできないと思いますが。てめえがバカ力なのは認めるが、あん時は油断があったんだ。普通にやれば負けやしねえ。なあ、俺の脚力なら速攻でぶっちぎってたぜ。先ほどは突然の侵略行為に驚かされたけど、すでに無数の勝ちパターンを見つけている。二度と不覚は取らないさ。クスクス。ドブ虫どもが吠えてますわ。誰がドブ虫だこれ。あなたたちが私のやり方に納得できないのは分かりました。それでは私とあなたたちの得意分野で勝負しましょう。それで私に勝てたのなら訓練の必要はありません。部屋に戻るなりなんなりお好きになさってください。本当だな。あんたに勝てたら好きにしていいんだな。よっしゃ。ああ、お前らやってやろうぜ。ああ、生意気な小娘に大人の本気を見せてあげよう。10カウントは必要なさそうですね。これで私の17連勝ですが、当然まだ続けますよね。だってあなたは破壊王と呼ばれた人なんですから。
嘘だ。こんな小娘に俺が。俺は破壊王なんだ。俺ははい、地理も私の勝ちです。数学、文学、歴史に続いて4連勝ですわ。もしかして手加減してくれてますか？大人の余裕というものですか？ありえない。僕の頭脳がこうもたやすく。一体どこで計算を間違えたんだ？顔が青いですよ。まだ大して走ってませんが、エリートならこれくらいどうってことありませんよね。もう嫌だ。走りたくない。俺の負け。聞こえませんね。もう一度大きな声ではっきりとおっしゃってください。俺の負けだ。だからもう許してくれ。そうですか。では今後私のやり方に従っていただきます。そちらの2人も文句はありませんね。しくしょう、どうにでもしやがれ。終わった。僕には何の価値もありはしないさ。やれやれ、今さら何を落ち込んでいるのですか？そもそもあなたたちは自分が頂点だと勘違いし、一度や二度の敗北で簡単にドロップアウトしたダメ虫ではありませんか。それでもプライドは捨てきれず、救いの手も振り払ってしまうという愚かの極み。あなたたちが部屋で床のシミになり果てるのは勝手ですが、残された人たちはいい迷惑です。生きていても死んでいても迷惑をかけるなら、せめてご友人に借りの一つでも返したらどうなんです？さあ選びなさい。どん底で汚物として消えてしまうのか、それとも虫らしくもう一度羽ばたいてみせるのかを。いや、いいんだ。その子の言う通りだ。僕たちだって分かってたさ。自分が特別なんかじゃないってことをね。でもよ、認めたくなかったんだよ。それだけが俺の全てだったからな。現実と向き合えば嫌でも事実を突きつけられちまう。だから部屋に引きこもって現実から、そして友人からも逃げ続けた。でもそれももう終わりだ。豪商を大事に抱え続けた安いプライドは完膚なきまでに壊されたからな。ああ、まるで足かせが取れたみたいに体が軽いぞ。まったく大したもんだぜ姉ちゃん。いや、共感よ。当然ですわ。私はデストロイヤー。壊すのは得意ですから。さあ、明日から特訓です。せいぜい覚悟してくださいね。クスクス。クスクス。皆さん、おはようございます。逃げずに来られて立派ですわ。では早速、皆さんにはこちらをやっていただきます。これって斧だよな。これで一体何を？これを振り続けてください。一日中ただひたすらに。回数のノルマはありません。自分のペースで振ってください。休憩を挟んで構いません。手が痛くなったら止めていいですよ。ですが一回一回真面目に手を抜かずに振ってください。
それが守られない場合はクスクス。おい、やべえぞ。教官のやつ本気だぞ。こいつは真面目にやるしかねえな。たまには体を動かすのも悪くないかって思う。これは大変なことになったな。お前素振り上手くなったな。正直途中で音を上げるかと思ってたぜ。最初の数日は筋肉痛で死ぬかと思ったけど、君らが体の動かし方を教えてくれたからね。ありがとう、2人とも。よせやい。助かるのはこっちも同じだ。素振りは単調な作業だからな。物知りのあんたがいろいろ面白い話を聞かせてくれるのは本気でありがたい。そうか。昔は優れた論文を書くとか試験でトップを取るとかしか考えてなかったからさ。こういう役立て方もあるもんなんだな。クスクス。なかなか順調そうですね。新兵の戦闘訓練ではありませんから問題ありませんわ。目的は3人にひたすら体を動かしてもらうことですから。斧を振らせることで鉛り切った体と思考を鍛え直してもらいます。真面目に打ち込んでいればネガティブな思考に陥ることもないでしょう。3人が打ち解けて単純作業が苦でなくなったのも嬉しい誤算でした。これで途中で投げ出す心配はなくなりましたわ。まあ問題が起きた時に使おうと思っていた特製の薬が出番がないまま終わりそうなのが残念ですが。クスクス。やったぞ。魔物を倒したぞ。しんどかった。教官に魔物を倒してこいって言われた時はどうなるかと思ったけど、案外できるもんだな。もっともお前の的確な指揮とサポートがなきゃとても無理だったけどな。いや、君が足でか乱してくれたからだよ。おかげで落ち着いて指示が出せた。助かったよ。おいおい、前線で戦い続けた俺もちゃんと褒めろよな。しまった。倒しきれてなかったのか。やべえ、もう体力が。まだまだ素振りが足りませんわ。教官、助かったよ。悪い、俺ら浮かれちまって。クスクス。未熟な教え子の後始末も仕事のうちです。気にすることはありません。でも皆さん自身の持ち味は出せていましたわ。能力の生かし方、使いどころが分かったのなら、もうあんな暗くて狭い部屋に戻らなくてもいいのではありませんか。教官、そろそろあなたたちの面倒を見るのも飽きてきました。あとはどうぞお好きに生きてください。それでは。ありがとうございました。おや、あれは。まったく君たちに押し切られてしまったけど、僕らが受けるにはいささか難易度が高い任務だよ。まあまあ、
そこはお前の頭脳に期待してんだ。頼むぜ。大丈夫。俺たち3人ならきっと大丈夫だ。やれやれ。それじゃあまずは作戦会議と行こうか。クスクス。どうやらもう教官の出番はなさそうですね。元は勲章目当てで始めた教官役ですが、なかなかどうして面白いものですわ。貴重な経験に巡り合わせていただけたこと、深く感謝いたします。私はどうにも手加減というものが苦手みたいで、いたずらに恐れを抱かせてしまいます。あなた様の優しさや穏やかさ、ぜひご指導いただきたいですわ。あなた様もご存知の通り、私はデストロイヤー。人に教え育むといったこととは真逆の存在です。ですが教官を務めるうちに、恐怖で人を育てるのは難しく、相手を知り、信頼を得る必要があると思い知りました。そして同時に、あなた様の凄さも改めて理解いたしました。あなた様の周りに多くの女性が集まるのは、その信頼の深さゆえ。正直複雑ですが、これからもあなた様のおそばでどうか学ばせてくださいませ。はじめまして。あなた様、急にお呼び立てして申し訳ございません。あなた様には教室の準備をお手伝いしてほしいのです。はい。この度私の店でフラワーアレンジメント教室を開くことになりまして。もちろん私が講師です。クスクス。意外ですか？私がお花の講師だなんて。私自身も花よりも斧の方が似合っていると思いますわ。実際花屋で働いているのは薬作りの知識を得るためでしたし、花の美しさにはあまり興味ありませんでした。ですがあなた様の伴侶であるからには、やはり花の知識や美的感覚は身につけておくべきだと思い直し、しっかりと勉強したのです。おかげで今は花をめでることも好きですし、人に教えられるくらいにまでなりましたわ。講師というのは教えるもの、すなわち教官ですわ。ならばこの格好がふさわしいかと。きっと楽しい授業になると思いますわ。クスクス。
皆さん、本日はお越しいただきありがとうございます。今回の講座の講師を務めさせていただくエリコと申します。どうぞよろしくお願いいたしますわ。あらま、ずいぶんと若い子が来たもんだね。それにあの格好、軍服かしら。フラワーアレンジメント教室なのに、なんだか変わった先生ね。クスクス。ご意見は多々あるかと思いますが、これでも私、仕事ぶりには定評がありますわ。実際に作業してみて、それでも文句やご要望があれば、その時は遠慮なくおっしゃってください。さあ、花は各種たくさん用意してありますので、まずは自由にお好きな花を選んでやってみましょう。それもそうだね。それじゃよろしく頼むよ、先生。好きな花を集めてみたけど、なんだかメリハリがなくてパッとしないね。こういう場合はメインにしたい大きな花を選び、その周りに小さいおとなしめの花を配置するといいですわ。そうすれば。あれま、一気に見栄えが良くなったよ。見事なもんだね。あれ、綺麗な色で揃えてみたのに、どうにもまとまりがないわね。それは多くの色を使いすぎているせいです。この場合は同系統の色で統一してみますと。すごい、おしゃれで落ち着きが出てきた。こんなに変わるなんて驚きだわ。先生、こんな感じでどうでしょうか。いいと思いますわ。でもここに隙間が空いているので、埋めるように花を追加して、はい、これでさらに良くなりましたわ。ねえ先生、あなた花言葉も詳しかったりするのかい？ええ、それなりに精通していますわ。何か知りたい花言葉でも？そのさ、不吉な花言葉の花ってあったりするのかい？実は私の旦那がぐうたらでさ、何度叱っても治りゃしないんだ。だから仕返しってわけじゃないけど、怖い花の一つでも飾って無言の圧力でもかけてやろうかってね。そういうことでしたか。クスクス。それなら黄色のカーネーションとラベンダーなどどうでしょう。黄色のカーネーションの花言葉は軽蔑、そしてラベンダーは不信。ぐうたらな旦那さんに向けるにはふさわしい一言ですわね。いいじゃないか。見た目はただの綺麗な花だからね。あのぐうたらが花言葉なんか知るわけないから、絶対に気づかれないよ。よーし、早速こいつで一つ作ってみるとしますか。私にも教えてください。この前彼氏に浮気されて、問い詰めても白を切るばかり。本当は呪ってやりたい。それはお気の毒に。それなら黒バラ、黒百合、紫の芍薬、あとは月桂樹の花もいいですわね。いずれも憎しみ、復讐、憤怒、そして裏切りという花言葉。浮気するような抱きすべき虫にはちょうどいいでしょう。素敵です先生。これできっと彼も私の苦しみがわかるはず。私にもそれお願いします。あらあら、皆さん大層腹に据えかねているようですね。これは少々気合を入れなくてはなりませんね。
あなた様、すぐに追加の花のご用意お願いしますわ。先生、先生！あら、あなたは先日の。はい、先日は素敵な講座をありがとうございました。でもあれじゃ足りなかったんです。はあ、足りないとは？先生に教えてもらった呪いのフラワーアレンジメント、飾ってみても効果がなくて、彼相変わらず浮気を続けているんです。だから先生、もっと強力な呪いを教えてください。彼が浮気をやめ、私に振り向いてくれる呪いを。何か勘違いをされていますね。私は呪いなんて教えていませんわ。花言葉はただの言葉、それ以上でもそれ以下でもありません。ましてや呪いの効果なんてみじんもありませんわ。じゃあこの前のあれは？あれは相手に対する不満を花で表現した軽い意趣返し、つまりただのお遊びです。ですので、呪いなんて物騒なことをしたいのであれば、お一人でご勝手にどうぞ。私の感知するところじゃありませんわ。そうですか。先生とはどこか近しいものを感じていたので、非常に残念です。クスクス。勝手にシンパシーを感じておいて、実像が違ったからと幻滅されても困ってしまいます。あなたに必要なのは花や呪いではなく、適切な診察ではないでしょうか。よければいいお医者さんを紹介しますよ。結構です。あなたに教わることなどもうありませんから。わかりましたわ。あ、もし私に呪いをかけるなら、ぜひ強力なのをお願いいたしますわ。呪う価値もありませんよ、先生。では、さようなら。ということがこの前ありました。人に物を教えることの難しさを痛感していますわ。さあ、ですが昔から言うじゃありませんか。人を呪わば穴二つ。他者を呪うなんて人間には相応の報いが待っているに決まっていますわ。あ、やっと見つけた。あんたエリコだよな。フラワーアレンジメントを教えてた。頼む、彼女を止めてくれ。このままじゃ殺されちまう。ああ、もしかして呪いの彼女が言っていた浮気者ですか。あなたたちの関係に興味はありませんが、浮気するような人間は地獄に落ちても文句は言えないと思いますわ。誤解だ。俺は浮気なんてしていない。職場の飲み会に同僚の女性もいただけなんだ。なのに何度説明しても全然聞いちゃくれなくて。クスクス。それはご愁傷様ですが、やはり私には関係のない話。どうぞお二人で話し合ってください。もう話し合いでどうにかなる段階じゃないんだ。それはどういう。見つけた。もう逃がさない。さあ、じっくりと愛を教えてあげる。もう二度と離さないわ。出た。いいえ、ちょっと違いますわ。あれは彼女の慣れの果て。違いますか。ああ、そうだよ。彼女はどこからか怪しい花を仕入れて育ててた。でもそいつがどうやらヤバい代物だったらしい。異常に成長したと思ったら彼女と一体化して
ああやって俺を追いかけ回すんだ。なるほど、これでは話し合いは無理そうですわね。先生、なんで先生が彼といるんですか？もしかして二人は。許せない、許せない、許せない、許せない。彼もお前もみんな呪い殺してや愚か。頭のてっぺんからつま先まで愚かがぎっしりですわ。私が愛するのはこのお方のみ。あなたの恋人などダニの死骸ほどの興味もありません。勝手に嫉妬して攻撃までされて非常に迷惑ですわ。ですがほんの一時とはいえ講師と生徒になった間柄、教え子の不始末は教官が片付けて差し上げますわ。ふざけ、この泥棒猫が！あなたの気持ちわからないでもありませんわ。愛とは尊く深く、そして甘い喜びをもたらしてくれるもの。私も日々あのお方を愛し、そしてあのお方の愛に生かされてますわ。しかし一歩間違えて愛に溺れれば訪れるのは破滅です。あなたの愛はまさにそれ。相手の話も聞かず一方的に恨みを募らせるなんてあまりにも愚か。どれだけ愛していたとしても一方的な押し付けはただの傲慢。そんなものは愛とは呼べません。相手に恐怖を抱かせてしまった時点で残念ながらあなたの愛は破綻してしまっています。うるさい、うるさい、うるさい！愛に狂った醜き人よ、その申しはここで断ち切らせていただきますわ。信じられない。あの猛攻を全部なぎ払って一撃で沈めるなんて。あ、そうだ、彼女は。大丈夫、彼女は傷つけてませんわ。もっとも全身を植物に侵食され、さらに激しい攻撃までしていたのです。その負荷で当分地獄を見ることでしょう。これが九段の花の本体ですね。こんな危険なものは。えい、やー！へえ、確かにこれは珍しいですね。初めて見ました。薬の研究に使えそうなのでいただいていきます。まあ追加の講習代と思ってください。さて、彼女の処遇はあなたにお任せします。このまま放置するなりよりを戻すなりお好きにどうぞ。ただし再び私の前に立ちふさがるようでしたら次は容赦いたしませんから、そうお伝えください。ああ、迷惑かけて申し訳なかった。まあ身をもって理解してると思うけどな。やれやれ、大変な目に遭いましたね。愛とはああも人を狂わせてしまうのだと思い知らされましたわ。時に愛は大きな力となりますが、愛憎などと申します通り、憎しみとは紙一重なのですね。ですが私のあなた様への愛は本物。
これからも変わらずあなた様のためにこの身を捧げていきます。おや、何やら顔色が優れませんわ。体調が悪いのですか？でしたらすぐにお薬を。そうですか。それではお茶でもして帰りましょう。近くにいいお店がありますのでご案内しますわ。人生でつまずいた時、どう立ち上がるかが肝心です。もっともあなた様には無縁な話。なぜなら私がおそばにいるのですから。つまずくことなど絶対にさせませんわ。不良学生の更生に塾の講師、果てはペットのしつけまで。世の中これほど教えを必要としている人が多いのですね。お気づきでしたか？あの子、物陰からずっとこちらを伺いながらついてきていますわ。やはり教官の教えを必要としているのでしょう。仕方ありません。そこのあなた、何かご用ですか？エリコ教官、僕を強くしてください。強くですか？もちろんできますが。そうですね。まずはお話を聞かせてもらえますか？僕のクラスは稲妻っていじめっ子に苦しめられてるんです。稲妻は体が大きくて口もすごく悪く、みんな怖がってあいつの言いなりになってます。そういう僕も怖くて何もできなかったけど、でもこのままにはできなくて、それで。事情は分かりました。あなたは勇気を振り絞ってきた。とても立派なことですよ。いじめっ子なんてろくでもないやつ、すぐにでも叩き潰してやれますが、赤の他人が子供同士のいさかいに手を出すわけにはいきませんわ。それにそんな解決法、この子が望むとも思えません。この子は助けではなく、自分で解決できる強さを求めているのですから。それにきっとこのお方も手を貸してあげてとおっしゃるはず。愛しき伴侶と子供の頼みは無下にはできませんわ。いいでしょう。あなたの教官役務めさせていただきます。ありがとうございます。僕頑張ります。とは言ったものの、あなた様、子供相手にどう訓練をさせればいいのでしょうか。新兵や引きこもりの大人たちならハードなトレーニングを課したり薬を使うことだってできますが、子供相手ではそうもいきません。あなた様の意見お聞かせ願えませんか？相手と？よくよく考えれば
私はあまり他者をおもんぱかることもなく、己の意志と力を自由に振るって生きてきました。教官を始めてもそれは変わりありませんし、悪いことだとも思いません。ですが、それが必ずしも正解というわけではないのですね。聞かせてください。あなたはどう強くなりたいのですか？どうって。もしいじめっ子が憎くて完膚なきまでに叩きのめしてやりたいなら、過酷でしかし確実に強くなれるように教えますよ。僕はたとえいじめっ子でも傷つけたりするのは嫌です。稲妻が間違いを認めてみんなと仲良くできればそれでいいんです。わかりました。それではあなたには私が知る中で一番強い男を目指してもらいます。一番？それって喧嘩が強いってことですか？いいえ、強さというのは腕っぷしだけでは測れないものです。大丈夫。あなたが求める強さと必ず重なりますから。そうですか。わかりました。どうか僕を強い男にしてください。はい、お疲れ様。今日はこれくらいにしましょう。来る日も来る日もランニングと軽い筋トレだけで僕本当に強くなってるんですか？慌ててはダメ。基本を怠っては強くなれませんわ。それに特訓を始めた頃よりだいぶ体力がついてきたと思いませんか？確かに前より疲れにくくなったし、長い距離走れるようになってます。でもクスクス、基礎ばかりでそろそろ別の特訓もしたくなる頃ですわね。なので特別講師をお呼びしました。あなた様、どうぞこちらへ。あれ、前に教官と一緒にいたお兄さん？これからこのお方について一緒に行動してもらいます。しっかりと見て学んでください。お二人ともどうでしたか？たくさん取れましたか？はい、これなんですけど。確認します。ふむふむ。はい、大丈夫。どれも薬草です。特にこれは貴重な草なので見逃さず摘みましょう。続いてあなた様は、残念ですが毒草が混じってましたわ。危うく言及されてしまうところでしたね。クスクス。さあ、ノルマまでもう少しです。もうひと頑張りお願いしますわ。お兄さん、これって何の特訓ですか？もしかして洞察力を磨く特訓とか？やっぱり教官はお兄さんを見て学べって言ってたけど、本当に意味があるのかな？優しくていい人なんだけど、どこか頼りない感じもするし、顔に出ちゃってたのかな。でもお兄さんがそう言うなら不思議と信じられるかも。魔物だ。どうしよう、お兄さん。でもお兄さんはまさか僕を逃がすために魔物と？そんなの無茶ですよ。
兄さん、すぐに教官連れて戻ってきます。それには及びません。教官。こそこそ這い寄るだけの腐れ魔物が私の大切な人に手を出した罪、万死に値します。覚悟はよろしいですね。すごい威圧感。眼光だけで魔物が逃げていく。逃がすと思っているのですか。それもそうですね。あまり子供に見せたいものではありませんし。あなたも怪我などはありませんか？はい、お兄さんが僕をかばってくれたので。そうですか。あのお方はお強かったですか？はい、強かったです。とても。教官がなんでお兄さんに同行させたのか分かった気がします。教官みたいな魔物も恐れるような強さじゃなく、誰にでも優しく、そして誰かを守れる強さ。教官はそれを見せたかったんだ。そうですか。それは何よりです。本来ならもう何回かこのお方と行動を共にしてもらう予定でしたが、もう必要なさそうですね。やはり聡明な子。ちゃんとこちらの意を汲んでくれましたわ。この先の特訓がだいぶスムーズにいきそうです。ついにこの日が来ましたね。気づいていますか？自分がとても強くなったことに。正直あまり実感はありません。まあ分かりやすい強さを得る特訓はしていませんでしたからね。でも今のあなたは間違いなく強い。それは確かですわ。相手の特徴を聞く限り、今のあなたなら硬い拳も重い剣も必要ありません。じっと立っているだけで勝てますわ。本当にですか？ええ。私とこのお方、そしてここまで頑張ってきたあなた自身を信じてください。はい、行ってきます。さて、私たちもこっそり様子を伺いに参りましょう。教え子の勇姿、見届けたいですものね、あなた様。いやー、来てやったぜ。お前が俺様と決闘したいなんて超面白いジョークを言うもんだからや。あれが例のいじめっ子。見た目も声も大人ではありませんか。本当にあの子と同い年なのでしょうか。聞いた話だと暴力を振るうタイプではないようですが、もしあの体格差で暴れられたら危険です。いつでも助けに入れる準備はしておきましょう。別にジョークじゃないよ。稲妻、僕が勝ったらいじめをやめてみんなに謝ってほしい。なんて恐ろしいことを。あいつ終わったわ。そんなの無理に決まってるわ。誰も勝てないの、稲妻には。いいぜ、その条件で受けてやるよ。ただしお前が負けたら一生俺様の奴隷だ。もちろんクラスのやつらも連帯責任だ。給食のプリンに新作ゲーム、レアカードも全部俺様に献上しな。そんな。これから何を楽
楽しみに生きればいいの？お願い、今すぐ稲妻さんに謝って。大丈夫、僕は負けないから。そこで見届けてよ、僕たちの決闘を。クスクス、見事な落ち着きぶりです。前哨戦は互角と言っていいでしょう。すかしやがってよ。もう容赦しねえぞ。吐くまでギャン泣きさせてやるぜ。稲妻は激怒した。必ず金鞭もお前のクソどもを除かなければならぬと決意した。人はパンの実にて生きるにやらず。されどお前らはその辺に生えてるくせでも食いやがれ。出た！稲妻さんの文学的ディスリックオーラル。意味はわかんないけど、なんだか頭の良さそうな悪口に脳も心もやられちまう。なるほど、文学的フレーズに悪口を盛り込んだ攻撃ですか。ほとんど意味はないですが、ああも大声でまくし立てられたら子供には結構効きますね。でもおお、よく耐えたじゃねえか。でも次はねえぞ。恥の多い生涯を送ってきたお前ら、俺様にはバカの生活というものが見当つかないだった。すごい、前はあんなに怖かったのに今は全然大丈夫だ。魔物や教官の方がよっぽどおっかなかったからかな。クスクス、トレーニングで体を鍛え、さらに学校の外でさまざまなことを見聞きし、心も成長したあの子にうるさいだけの悪口なんて通用しませんわ。なんだよ、なんで泣かないんだよ。クソがバカバカ。ついに語彙力が尽きてきましたわ。さあ、あと一息です。来るね、バカバカうんこまるけ。泣いた？あの稲妻が？ということは稲妻の負けだわ。はあ、これであの地獄から解放されるのね。嘘みたいだわ。おいおいおい、稲妻くんよ、今まで好き放題やってくれたよな。仕返しされる覚悟はできてるんだろうな。ダメだよ、仕返しなんてしたら。でも私たち散々苦しめられたのよ。少しくらい憂さ晴らししても。やってやり返してを続けたらずっと嫌な気持ちのままだよ。だからこの件はここで終わりにしなきゃ。分かったよ。お前ほどの実力者がそう言うなら仕方ないな。いいのか？あんなにひどいことしてきた俺をお前は許せるのかよ。確かに稲妻はひどいことしてきたよ。でも本当に心から反省するのなら僕は許したい。そうだ、せっかく文学に詳しいなら悪口になんか使わないで僕たちにも教えてよ。それで手打ちにしよう。お前なんて強くて大きな男なんだ。本当に悪かったよ。俺もう二度といじめはしない。だから俺をお前のダチにしてくれ。教官、お兄さん、これでいいですよね。二人みたいに本当に強い人ならきっとそうしますよね。クスクス、あの様子ならもう大丈夫でしょう。私たちの役目もここまで。
帰りましょう、あなた様。ありがとうございます。ですが、今回はあなた様あっての成功でした。あなた様を手本としたからこそ、少年はあのような強さを身につけられたのです。なので、今回はあなた様こそ名教官でした。やはり私が愛したお方、心底尊敬いたします。クスクス。まだ気づかれていないのですね。あなた様もよくご存知の方ですわ。そう。戦闘は苦手だけど誰よりも優しく、誰からも愛される私の最愛の人ですわ。他者に己の愛を押し付けるのは愚かなことですが、愛情を表さないのもあまりよくありません。ま、奥ゆかしいのもあなた様の美点なのですが、クスクス。これまでいろいろと教えてきましたが、家庭教師というのもありかもしれません。二人きりのプライベートレッスン。あなた様が望むならいつでもして差し上げますわ。これまで教官として様々な指導を行ってきました。ギルドの活動以外でこうも長く続けられたものはそう多くはありませんわ。この先も良き学びを伝えていくためにも、私自らの見識を広める必要があると考えました。そういうわけで、あなた様、早速旅に出ましょう。私を教官にしたのは他でもないあなた様。ですので、拒否権はございません。さあ、めくるめく愛の世界へいざ参りましょう。クスクスクス。お手伝いいただきありがとうございました、あなた様。おかげでスムーズに進行できましたわ。気づけば教官役もだいぶ板についてきました。デストロイヤーと呼ばれた私が人を教える立場になるなんて、あなた様と出会っていなければとても考えられませんでしたわ。美月さんが大江戸でまっとうな医者をしていたと聞いて笑ってしまいましたが、私もあまり人のことを言えませんでしたね。あなた様が進んで人の助けになろうとしていた気持ち、少しですが分かった気がします。おかげでまた一つあなた様への理解が深まりました。そして同時にあなた様への愛もまた深くなっていくのです。やはりあなた様は立派なお方。
よく見れば五光が差して見えるではありませんか。なんとまばゆい光。あなた様の愛と優しさに包まれてしまいますわ。お待ちしておりましたわ、あなた様。本日もお疲れ様でした。特に5次元目の体育は答えたことでしょう。ところで連休を前に各教科で多くの課題が出されていますね。あなた様のことですから連休中にやろうとお考えのはずですが、せっかくの休みを課題などで潰すのはもったいないですわ。おや、時間割だけでなく宿題まで私が把握しているのが気になりますか？くすくす、そんなことは些細な問題ですわ。というわけでこれより私がつきっきりで指導いたします。手取り足取りきっちりと教え込んで。もう全部終わってる？そうですか。さすがはあなた様です。それと今日はテストが返却されたはずですね。間違えた箇所の復習をしっかりとして。これはテストの答案？なんとどれも高得点ではありませんか。間違えたところも理解不足ではなくケアレスミスばかり。お見事ですわ。そう言っていただけると私も頑張った甲斐がありましたわ。あなた様が成長し立派になることはとても喜ばしいこと。伴侶として至上の幸福です。でも何でしょう、この胸が締め付けられる感覚は。私は寂しいのでしょうか。私の手を借りずともお一人で成長なさってしまうことが、いつかこのお方の心が離れ必要とされなくなる日が来るのでは。想像するだけで胸が張り裂けそうですわ。と私としたことが予想外のことで少々ネガティブになっていましたわ。今日のところは一度出直して連休の計画の見直しを。まああるといえばありますけど。はい、それはどういう。あなた様、そんないきなり手を掴んで。私はどこへ連れて行かれてしまうのでしょう。ここはゲームセンターですね。ここで何をって、これですか？アンデッドサバイバー。銃で敵を撃つゲームですか？いえ、やったことはありません。そもそもゲームセンターに来ること自体ほとんどありませんから。随分と積極的ですね。テストや宿題のことといい、いよいよ身を固める決心をされたということでしょうか。運命の出会いから幾年月、ついにここまでやってきましたわ。そしてこれは2人の初めての共同作業と理解しました。それではあなた様、私についてきてくださいませ。プレイするのは初めてですが、要は敵を撃てばよろしいのでしょう。私自ら祝砲を撃ち、2人の前途を切り開いてみせましょう。あら、全然弾が当たりませんわ。どうやら壊れているようで。
そういえば店員の女、今思えばあなた様に色目を使っているように見えましたわ。おそらく機械に細工して私に恥をかかせ貶めようとしているのでしょう。そっちがそのつもりなら徹底的に潰して差し上げますわ。失礼いたしました。私少々舞い上がっていましたわ。申し訳ないですが、一からご教授願えますか？照準、なるほど、これですね。当たりました。見ましたか？おぞましい生ける屍を打ち倒しましたわ。これであなた様のお役に。あれ、今度は弾が出ませんわ。リロード？ああ、なるほど。画面外を撃てば弾が装填されるのですね。よし、これでまた戦えますわ。今のは民間人？ああ、ゲームオーバーになってしまいました。己腐る死体どもめ、こちらが慣れない武器なのをいいことに好き勝手してくれますわね。アストルムだったらひき肉にしてやってますのに。いまいましい、いまいましい、いまいましい。あなた様、はい、ぜひお願いしますわ。あなた様の伴侶としてこんな無様を晒したまま終わるわけにはいきません。グスグス。先ほどは遅れを取りましたが、仕様を理解すれば屍など敵ではありません。さあ、端から頭をぶち抜いて差し上げますわ。敵の攻撃を即座に撃ち落とした。ありがとうございます、あなた様。それにしてもあなた様、心なしか普段よりも素敵に見えますわ。ゲームとはいえ真剣で凛々しいお姿、素敵です。こうして守られるというのも案外いいものですね。グス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 。あなた様、ゲームセンターには他にもたくさんゲームがあるのでしょ？あなた様と遊べるならきっと楽しいことでしょう。ぜひ他のも教えてくださいませ。格闘ゲームにレースゲーム、リズムゲームにクレーンゲーム、そして学校帰りにクレープの買い食い。いずれもあなた様と出会わなければ知ることもなかったはず。大変楽しかったですわ。私は生地一人で大抵のことがこなせてしまう分、誰かに教えを請うということにあまり縁がありませんでした。ですが、人に教えてもらうことで世界が広がる、そういうこともあるのですね。私はこれまであなた様が望むと望まざるとにかかわらず、あなた様のためを思い教えを授けてきました。それが間違っているとはみじんも思いませんし、後悔もありません。しかしそれが少々一方的だったことに今気づかされました。伴侶を名乗るなら私だけ嬉しくてもダメ。あなた様にも楽しく学んでいただかなければなりませんでした。本当にあなた様は優しいお方ですわ。でも真に愛し合うものならば、共にいろいろなことを教え合い、互いの理解を深め合うこともきっと必要なのです。だって今日はあなた様に教えていただき、とてもとても楽しかったのですから。ええ、もちろんですが、せっかく上がった学力を落とさないためにも
定期的なお勉強が必要です。折しも明日からは連休。2人で過ごすのにちょうどいいですわ。深く甘くみっちりと教えて差し上げますわ。どうぞご期待くださいませ。クス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 。はいはい、お疲れ様。なかなか興味深いものを見せてもらったわ。エリコって普段はその凶悪さとスペックの高さで忘れがちだけど、言うてまだ10代の女の子なのよね。どれだけ強くて優秀でも決して完璧ではないわ。そんなエリコの強さと怖さ、そして弱さも知りながらそばにいてあげられる人ってそう多くはないはず。盲目的な思い込みが生んだ凶暴な愛だと思っていたけど、なかなかどうして見る目はあったみたいね、あの子。あんたもこの先まだまだ苦労すると思うけど、しっかりと頑張りなさい。それじゃまたね。あら、私としたことが外で居眠りなんて。いつの間にか疲れが溜まっていたみたいですね。でも夢見はすこぶるいいですわ。夢の中であなた様にいろいろなことを教えていただいたのですから。クスクス。おかしなことを言うのですね。全くもって的外れですわ、あなた様。私はあまり人付き合いのうまい方ではありませんでした。仲間と呼べるのはギルドの方たちくらいです。しかしそれで困ったことはありません。あらゆることは自分の手で解決できましたから。ですが、私はあなた様に出会い、尽くそうとすることで、結果的に多くの経験を積ませていただいたのです。そしてあなた様が前におっしゃった、もっと人と関わってほしい、というお言葉。今ならあの意味もわかりますわ。あなた様やギルドの仲間以外と接することで、新たに考えることが増え、これまでの自分ではありえない意外な気づきが得られましたわ。教えながら私自身も教えられることがある。それに気づかせてくれたのは他ならぬあなた様。つまりあなた様は最愛の人というだけでなく、最高の教官でもあるのです。あなた様のような方とこの先出会うことはありません。だから私は一生あなた様のおそばにおりますわ。今後とも末永くよろしくお願いいたしますわ、あなた様。クス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 。